はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月前半のタロットリーディングをさせていただきます。もちろん星の話も途中で混ぜながらいきます。そして後半は最後はオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。ちょっと宣伝させてくださいね。星の動きを日常生活に取り入れたい方とか、タロットが好きです、自分でも弾いてみたいですっていう方などは、私の方でメンバーシップをやっていますので、概要欄から詳細ご覧ください。それと、月末にですね、いつも翌月の星の動きを LINE で配信していますので、お友達登録まだの方はぜひ LINE のお友達登録もお待ちしております。お願いします。では行きますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ワールドの逆、ワンドの7逆、カップナイトの逆、太陽逆、ソード8逆、逆ばっかりですね。ソード4逆、はい、そしてなんと最後ストレングスです。はい、気をつけることや対策はカップエース逆とソード10とオラクルははい、ソードの7の逆ですね。そうですか。すごい。ですね、ちょっとまず星の話をさせてください。星で見ると、この、4月25日以降ね、水星の逆行も終わったので、こう自分の考えっていうのをもう少しクリアにしていける。やっとなんかマインドがすっきりしてくるみたいな流れがあるっていうすいません。マインドがすっきりしてくるっていうふうに感じる方も多いと思います。そして、4月29日以降、こう優しさとか社交性とか愛情とかお金とか美しさっていうこの金星が水亀座の皆さんのハートに入ってくるっていうのがあるので、ちょっと落ち着いてくるなっていう感じがあります。ちょっと優しさが入ってくるみたいな感じですね。そして5月1日から火星というね、バイタリティとか戦っていく力、勇気っていうものもこう移動しやすくなってくるので、情報としてすごい活気ある情報が入ってきたりとか、その情報を聞くことによって、じゃあこうすればいいんだ、じゃあああしようみたいな、すごくコミュニケーションが活発になったり、対策がたくさん見えてくるみたいな方もいらっしゃるんじゃないかと思いますね。そして、とにかく5月の前半の星の動きっていうのは、こう家の中が落ち着くとか、自分のマインド、心の中が落ち着く、幸せを感じる、これまでの激動のこの数ヶ月間がで落ち着くみたいな感じです。でここでたっぷりと落ち着いて、今の感覚で得られる幸せや本当の自分の願いっていうものをしっかりと感じておくことがものすごく大事になります。で5月の末からはね、また次回の動画でも説明しますけども、5月の末からね、またようやくこの今年の後半の流れが始まっていくわけですけども、この2024年の中でもこの5月っていうのはものすごい宇宙の恩恵があり、こう発展運がある時なんですね。何かがわーっと舞い上がる、そんなエネルギーをどのように使って自分の人生の土台をこう整えるかっていうのがすごく大事で、特に水亀座の皆さんの場合はちょっとこれまでの動きが激しかっただけにふーっと落ち着いて、そしてこう準備するっていうのかな、体力を蓄えてゆっくりとしっかりと睡眠をとってみたいな、蓄えてこの5月末からのエネルギーに備えて、さあチャレンジするよねみたいな感じになっていくので、今とにかく落ち着きましょう、ゆったりしましょう、どれだけ幸せかを感じましょうみたいなのが星の動きなんです。でこのゆっくりと自分自身を感じてみる、自分の奥深い感情というものに触れて、しっかりとそれを体感することによって、特に 5月8日の新月の以降っていうのはそのことがブワーッと広がっていくっていう感じになるので、頭だけで目先の利益とか、もう今すごい大変だからこれだけみたいな、そういう目先の利益に乗ったり、浅はかなね、自分の欲望を願ったりっていうことではなく、本当に自分の人生に必要な願いっていうものを深いところから感じて意図していただくのが一番ふさわしいんですね。そうすることによって、それが本当に床の底からぐわーっとエネルギーが広がって、後半から
花開いていくというかね、それが現実化していくよという形で、本当に後半からすごいなって感じがあるので、焦らずゆっくりと体感して落ち着いてくださいね。自分を整えるようにしてください。でその上でちょっとカードを見させていただきます。カードっていうのはね、このリーディングを聞いた後に皆さんが行動を変えればいくらでも現実って変わりやすいので、星の動きは全然私たちの意識で変わらないエネルギーですけども、それをどう使うかっていうこっちのマインドはタロットを見て変えていけるので、その上でお話しさせていただきますが、まず、入り口がねワールドの逆なんですね。ですのでここまでやってきたこの流れ、ものすごい激動でしたっていう方もいらっしゃるし、とにかくなんかわけ分かりませんでしたみたいな、いろんなことがありすぎてっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なんとなく今あるこの現状が自分の求めてるものじゃないんですとか、これじゃないんですみたいなね、そういう感覚があるのかなと思ったんですね。なんて言ったらいいんだろう、たまたまそうなっちゃったけど、これが本当じゃないんです、こっちなんです本物はみたいな、自分の願いはこっちなんですけど、なんかそう願ってたらこっちになっちゃってみたいな、その状況で、あれおかしいなって言ってるような気がするんですけれども、まるでそれって自分にとって不利な状況が今目の前にあるような感覚かもしれません。ただ宇宙の流れっていうのは本当に何一つ無駄がないというかですね、起きてること全てに何か恩恵があるなっていうか意味があるなと思うんですけれども、要するにその恩恵を受け取れる自分の状態が整ってるか整ってないかだけで、それでいくとここまでの流れの中であまりにも、ちょっと繊細になりすぎているというようなメッセージもあります。本来はこれは人の優しさをたっぷりと受け取るよっていうような感じなんですね。で実際今のこの水亀座さんは他者からの助けっていうものがちゃんと届いていて、それを受け取りながら助けられながら何かをやっていくよ、自分を知っていくよっていう流れなんですけども、なんかその他者からの助けを受け取ってる自分ってできてない自分っていうふうに勘違いしてしまったりとか、一人でできないっていうことに対してのジレンマを感じたりとかしやすいのかなと思ったんですが、受け取ってなんぼですよみたいなね今は受け取ってくださいっていう感じがすごいあります。でそのことにようやく気づけるマインドになるのがこの5月の前半なんですね。ちょうどね先ほど言ったように4月の29日から金星の優しさがハートの中に入ってくるっていうのがあるので、やっと自分のことを少し認められたり、理想の形じゃなかったけどでもここまでやってきた自分って本当にすごいなって思えたりっていうような恩恵をやっと受け取れる状態になるっていう感じがします。ここで太陽が出ているので、すごくやっと温かさが心に満ちてくる。そして他者に対しての感謝の気持ちもすごく湧いてくるし、逆に自分も他者に対して何かをしてあげたいと思ったり、すごく完結する物事が完結、一人じゃなくて周りのものや環境やいろんなものと関わって何かが完結するっていうような感じがします。ようやく受け取れるみたいなね感じがしますね。そしてその後ですね、いかに自分で自分を苦しめていたかという思考からようやく解放されていく感じがしますね。これお仕事とかでもそうだと思うんです。例えば転職しましたとか新しい会社行きましたってなった時に、私全然できてないとか、もう周りの人はすごい能力の高い人ばっかりでと思ってたとしても、まず転職できたこと自体がすごく恵まれてませんかっていうことだったり、その中でこうしなければいけない、ああしなければいけないっていうできない自分にばっかりメスを刺して自分を縛っていたけれども、いや自分も結構頑張ってるじゃないかとか、こんな自分のいいとこはここだっていう、その自分の何かを否定することによって自分のいいところさえ出てくるチャンスがなかったけれども、その自分を責める気持ちっていうのを外した時に素直にシンプルにスムーズに自分のいいところっていうのは表に出していけるので、そうしてください。何か無理して頑張るとか無理して何者かになろうとするのではなく、自分自身をそのまま認めるっていうことがようやくできそうな流れなので、本当にゆっくりと落ち着いて呼吸をするだけでもってなんか感じ方が変わってくると思うので、そうしてほしいなと思います。そうやってなんかちょっと流していってほしいなって感じがしますね。でその後もゆっくり休んでねっていうふうに言われているので、もしかしたら中にはですね、
その自分がいかに守られていて愛されていて生かされているかっていうことを感じるために、何か不都合な現実っていうものが起きていて、それをもう委ねて、もう分かりましたと委ねて受け取って自分を認めようとした瞬間に、ブワーッとそれが広がっていく、その温かさとか優しさとかが広がっていく、そのための何か病気だったりとか不都合な現実かもしれないので、止まって感じてみることによって流されていく、溶かされていくっていう感じがすごくします。これお仕事でも健康でも人間関係でも全てにおいてです。全てにおいて何か自分を縛っていたものが溶かされていく。めちゃくちゃいいじゃないですか。でそのちょっと辛い現実とか受け入れがたいものをごまかすために、自分に何かしらのご褒美をあげたりとか、ちょっと自分に甘くしたりとかしてたのかなって感じがあるんですけど、本当の需要を自分に与えるようにしてくださいね。例えば精神的にもう疲れて、もうなんか嫌だ、もう何もかも嫌だってなった時に、じゃあもうお酒飲んでごまかすわみたいな感じでバーって一時的にストレス発散ではなく、本当の需要って何だろう、本当に自分に必要なものって何だろうって思ったら、そのごまかすっていうことではなく、痛みや苦しみをごまかすっていうことではなく、その痛みや苦しみの奥にある恩恵に気づくっていうことだと思うので、それはもう委ねてしまう、もうそれを認めてしまう、そしてそれを感じきるっていうふうにすると、その奥にある本当の意味っていうのにたどり着けるかもしれません。ここでね、エンプレスっていう女帝とか忍者っていうものが出ていて、本当の豊かさはその下にあるよっていうふうに言われてると思ったんですね。でそれは落ち着いてゆっくりと自分を内省してみないと感じられないことだよっていう感じが出ています。でもこれは星の動きから言うととてもぴったりなのでね、ぜひゆったりと過ごしてみてください。そしてその後ですね、やはり後半、このね5月8日を過ぎてから、5月8日が新月なんですけどね、新月を過ぎてから5月中旬っていうのはもう本当に素晴らしい恩恵の流れがあるので、その恩恵の流れっていうものをもともとのその5月の中旬の流れっていうのはふわーって舞い上がるみたいな、そういう発展運なんですけど、その発展運っていうのが水亀座の皆さんは社会で使うのではなく、自分の中にその気づきの発展が起こるみたいな気づきの連鎖が起こるっていう形で、そしてようやく自分の中から本当の強さが生まれるっていうふうに出てるんですね。これはストレングスです。愛の力が出てくるよっていうふうに言われています。これまで自分を縛っていたね思考や自分に対する批判意識っていうものを外していくっていう流れがありますよね。その下に行くから。そして本当の強さっていうものに気づいていく、ようやくそれが卵を割って生まれてくるっていう感じがあるので、おそらくこの5月前半に感じたことを通して本当の自分の強さがやっと出てくるっていうね感じだなと思いました。これは素晴らしい転身です。素晴らしいトランスフォーメーション、改革ですよね。いい。でその後ですからね、その後の流れを私星で分かってるから、そうなんだなと思えるんですよね。この後何かにめちゃくちゃ挑戦していきたくなるので、水亀座の皆さんね、そのためのその前段階の心の豊かさや本来の力っていうものにアクセスしていくんだなっていうふうに思います。そしてなぜ今日気をつけることがですね、この自分から湧いてきてるわずかな感覚、喜びの感覚っていうものを自分でかき消さないでねっていうふうに言われているのと、なんかこの感覚が出てきたけど、でもこれ何の役に立つのかなってポイってこうしてしまわないように、すごく大事な感性が今芽生えようとしている時なので、それを大事にしてほしいということと、そして当たって砕けるみたいなね、そういう死ぬ気でやったら藻が明けたっていうのがあるので、病気とかもそうだと思うんですよね。熱が出たとかね、風邪をひいたとかもそうですが、そうやって本当に苦しい思いをした後ってもう本当に体は浄化されてすっきりみたいになったりするので、思い切って今この時期を自分のために、自分の心や体を満たすために過ごしてほしいなっていうふうに思いました。そしてオラクルがこのソードの7の逆なので、何かね他者と比べたくなったりとか、
他人の意見を聞きたくなったりっていうのはあると思うんですね。でもしご自身があまりにもブレていたりとか迷っていたりとか、もう大変助けてっていう時はもうたくさん他者の喜びやサポートっていうのを受け取ってほしいので、ぜひ求めてください。それを他者にちょっと話聞いてほしいんですとか、相談してみるとか、他者の意見を聞いてみて自分が整うのであればそうしてみてください。そして自分の中だけでそれを解決しようとしない方がいいかなというふうに思いましたね。こっちにしてみよう。自分の中だけで解決しようとすると、どうしてもなんかいろんな思いが飛び交ってくる。これはこうしたい、いやでもこうだしな、いやああしたいでもこうだしなみたいないろんな思いが出てくるので、第三者を通して整えるっていう風にしてもいいと思います、この時期はね。はい、ナイト・オブ・ソードということで、走ってきた本当はこの状況からものすごいスピードで逃げ去りたいとか、ものすごいスピードで次のステージに行くための乗り物に乗っていきたいんだみたいな、早くここの場から逃れたいんだみたいな感じがあるかもしれませんが、これぐらい今ぐらいいろんなことを経験できる時はもうないかもしれないんですよね。ここまで経験したなら経験し尽くすぐらいの感覚で言っていただくと、本当の力が出てくるよっていう感じ、本当の需要を受け取れるよっていうふうに出てるので、頑張ってください。その後ペンタクスの9ということで、やっとチャンス来たみたいなね感じがあります。何をどうすれば自分にとってプラスなのかがやっと分かる、そしてそれを手にするみたいなカードが出ていますので、安心してくださいね。ちゃんとそこに向かってますからね。全体の流れはそんな感じなんですよね。これを現実的なお仕事の話でいくと、なんか今の仕事自分に向いてないなとか、ちょっと違うんだよなって思いながらも、なんだかんだで恵まれているから続けようとか、でも自分は全くそこで役に立ってる気がしない、もしくはできないみたいな感覚があるけれども、これまでやってきた功績を自分で考えてみてくださいね。自分がいかにやってきたかっていうことを。でその功績を自分でちゃんと認めた上で、受け取れるものはちゃんと受け取りましょうとか、他者のサポートも受け取りましょうと、自分はこれまでこれだけやってきましたよねっていうことで、ちゃんとバランスが取れて、そこで自分がどうすべきかっていうね、本当の愛の力をどう使うかっていうのが分かるっていうふうに出ていますのでね。で人間関係もそうです。若干卑屈になりやすい時なんですね。自分の調子が悪いと。だけど本当はたくさんのサポートが届いているよということなので、それをぜひ受け取ってください。そしてこの今起きている現実の中から自分が何を手放さなきゃいけないのか、どんな思考癖を手放す方がいいのか、そしてどうやって自分をいたわるのかっていうのを本当に深く考えた時に、その鍵となる本当の需要、自分の人生にとっての需要っていうものが見つかり、そこに向かっていくよっていうふうに言われてるなと思いました。人間関係もそうね、なので同じですよ。ちょっと最後にねオラクルカードを見てみたいと思います。リスガメさんの皆さん、これかな。はい、バランスということで、いいですね。セルフケアってここにも書いてあるので、皆さんもこのカードを見て何か感じることがあれば直感を使ってメッセージを受け取ってみてくださいね。非常になんとなく危険な状況に見えるかもしれないけれども、その状況の中でどうやってバランスをとっているかっていうのが、どっちかってちょっと遊び心でやってみてねみたいな、今のこの状況を笑っちゃうわぐらいの感覚で見て、どうやってバランス取るかを考えてみた時に、本当に自分を喜ばせる方法っていうのが見つかるかもしれないなっていうふうに思いました。はい、でバランスを取るっていうのは状況のバランスだけじゃないのでね、自分のマインドのバランスもそうだし、体と心のバランスもそうだし、体の中だけでもバランスってありますからね。腸内環境を整えるとかもそうですしね。はい、そんな感じで活かしてくださいということで、ここまでにしておきたいと思います。次回またね5月の中旬に次の動画アップしますが、何かしら自分が手放したいもの、ここで何か手放してねって言われているので、手放したいものありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。
では5月前半、ぜひ有意義な時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。